こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、お金の不安が激減した7つの考え方というテーマでお話ししていこうと思います。皆さんは日々の生活の中でこの先お金が足りなくなったらどうしようとか将来がなんとなく不安だなぁと頭を抱えてしまうことはありませんか？特に僕たち HSP や内向型の人間は真面目でいろいろなリスクを人一倍敏感に察知してしまうので、お金の不安に心が支配されてしまいがちなんですよね。昔の僕もまさにそうで、毎日お金の心配ばかりして、すっかり疲れ果てていました。でも、ミニマリズムに出会って、生き方やマインドをガラリと変えたことで、今ではお金の不安が驚くほど綺麗に激減したんです。今日の放送を聞き終える頃には、皆さんの頭の中を支配しているお金のモヤモヤがスッと消えて、心が軽くなっているはずですよ。それでは、僕が人生の中でたどり着いたお金の不安を激減させる7つの考え方について一つずつ丁寧にお話ししていきますね。まず一つ目は、お金の問題は収入より支出の問題であるという考え方です。昔の僕は、お金の不安を消すためにはとにかくもっと稼がなきゃいけないんだと頑くなに信じ込んでいました。でも、どれだけ必死に働いて収入を増やしても、不安は1ミリも消えなかったんですよね。なぜなら、収入が増えた分だけ、見栄や他人の目に合わせた支出も一緒に増えてしまっていたからです。そこで僕は稼ぐ努力をする前に、まず生活コストを徹底的に下げることに集中しました。結果として現在の生活費は月11万円になったわけですが、この数字が確定した瞬間、僕の中にあったお金の不安の大部分は一瞬で綺麗に消え去ったんです。最悪、月11万円あれば自分はご機嫌に生きていけるという絶対的な確信は、何百万円の貯金があることよりも、僕たちの心を強く守ってくれる盾になりますよ。お金の問題を解決したいなら、上を見るのではなく、まずは足元の支出の穴を塞ぐことから始めてみてください。続いて二つ目は、人生は意外となんとかなるという考え方です。これは僕自身のこれまでの道のりを振り返ってみると、本当に痛感することなんですよね。僕は会社員として社会にうまく馴染めずに、絶望しながら会社を辞めることになりました。そこからどうにか食いつなぐために Uber Eats の配達員を始めたんですよね。その配達員としてのリアルな日々の気づきや、ミニマリストとしての等身大の暮らしをノートで発信し始めました。すると、ありがたいことに多くの人に読んでもらえるようになって、そこから自分の考えをまとめた Kindle 本を執筆するようになり、今ではこうして YouTube のラジオでお話しするようになっています。この一連の流れなんですけれど、ぶっちゃけて言うと、最初の段階では全部 100% 想定外の出来事ばかりでした。最初から狙ってこの場所にたどり着いたわけでは全くありません。でも、会社を辞めてレールから外れても、紆余曲折しながら僕は今、こうして生きています。だから、未来の計画を完璧に立てようと力まなくても、目の前のことを淡々とこなしていけば、人生って意外となんとかなるものなんですよね。三つ目は、不安は未来に生きると増えるという考え方です。僕たち HSP の人間は、想像力が豊かなゆえに、ついつい頭の中でタイムトラベルをしてしまいがちです。例えば、今月の生活費は月11万円に収まっているから大丈夫と、今この瞬間は平和なはずなのに、でも10年後はどうなっているんだろうとか、20年後の老後は本当に生活できるのかなとか、まだ見ぬ先の未来のことまで自分の肩に背負い込んでしまうんですよね。でもこれって考え始めると、本当にキリがなくて終わらない底なし沼のようになってしまいます。30年後の未来の日本がどうなっているかなんて、天才学者にだって誰にも絶対にわかりません。わからないものをコントロールしようとするから、脳のメモリを無駄に消費して不安が膨らむわけです。未来に生きるのをやめて、今、ここ、
自分の手の届く範囲だけに意識を戻しましょう。今日を機嫌よく暮らせていれば、それで100点満点なんですから。4つ目は、収入より自由時間の方が価値が高いという考え方です。これはこのラジオの大きなテーマでもありますし、僕たちの人生設計においてものすごく革新的な部分ですね。例えば、年収1000万円をガツガツ稼いでいるけれど、毎日残業とプレッシャーに追われて自分の自由な時間が全然ない人生。一方で、生活費を月11万円に抑えているおかげで、必死に働く必要がなく、毎日たっぷりの自由な時間がある人生。この2つの人生を並べたとき、僕たち内向型や HSP にとって、一体どちらが本当に心から幸せを感じられるでしょうか。僕は迷わず後者の自由がある人生を選びました。お金というのは本来は自分の人生を自由にするための手段だったはずですよね。それなのにお金を稼ぐために自分の貴重な時間や心の平和を全て犠牲にしてしまっては完全に本末転倒です。温かいコーヒーをゆっくり入れて飲む時間があることの方が通帳の数字が増えることよりも僕にとってははるかに価値が高い資産なんですよね。5つ目はお金は貯めるより減らさない方が簡単であるという考え方です。僕がいつもお話ししている節約を自分の習慣の中に落とし込んで自動化してしまう仕組みの発展版ですね。毎月必死になって我慢をして1万円を血眼になって貯金しようとすると、ものすごく強い意志の力が必要になって心が疲れてしまいます。でも、最初からお金を減らさない仕組みを生活の中に作っておけば、自分の意思とは関係なく勝手にお金は手元に残っていきます。スマホを格安プランに変える、家で美味しいお水を飲めるように浄水器を導入する、買い物の支払い方法をマイルールで固定してポイントを勝手に貯める。こういう仕組みの土台さえ一度作ってしまえば、あとは自動的にお金を使わない体質になっていくので、必死な節約よりも何倍も簡単で精神的に楽なんですよね。6つ目は、他人の人生を見なければ不安は激減するという考え方です。現代人の抱えるお金の不安のほとんどは、SNS による他人との比較問題から発生しています。スマホを開けば、誰かが高級なレストランに行っていたり、新しいマイホームを買っていたり、ブランド品を自慢していたりするキラキラした世界が嫌でも目に入ってきますよね。そういう他人の人生のハイライトを真に受けてしまうと、それに比べて自分はと急に自分の暮らしが惨めに見えてきて、焦りや不安が生まれます。でも、その他人のきらびやかな演出に、あなたがわざわざ付き合ってあげる必要は1ミリもありません。他人の人生を見る時間を意識的に減らして、スマホの画面をそっと閉じるだけで、脳への余計なノイズはシャットアウトされます。他人の目を気にした見栄の資質をなくすためにも、まずは他人の人生を覗き見するのをやめてみてください。それだけであなたの中の不安はびっくりするほど激減していきますよ。最後の7つ目は、居場所があるとお金への執着が減るという考え方です。僕たち人間ってどうしてブランド品を買ったり、立派な肩書きを欲しがったり、年収の高さに異常に執着してしまうのでしょうか。その理由を突き詰めていくと、結局はみんな心が孤独で、将来が不安だからなんですよね。何もない素のままの自分だと社会から拒絶されてしまうんじゃないかという恐怖があるから、お金や物という鎧を身にまとって自分を大きく見せようとするわけです。でも、もし自分のことをそのまま丸ごと受け入れてくれる仲間がいたり、いつでもほっと安心できるような優しい場所があったらどうでしょうか。ああ、自分は高いものを持っていなくてもここにいていいんだな、と心から思えるようになると、不思議とお金や物に対する過剰な執着ってさらさらと消えてなくなっていくんですよね。お金をたくさん持っていることよりも、心が通い合う温かい居場所があることの方が、僕たちの心を本当の意味で内側から満たしてくれます。というわけで、この7つ目の居場所に関連して、リスナーの皆さんに今日一つお知らせがあります。新しく田中クラブというコミュニティを始めることにしました。少ないお金で周りのスピードに合わせず、無理せず行きたい人のための本当に小さな優しい集会所です。僕自身、これまでの人生の中で、本当に長い間、強い生きづらさを抱えて生きてきました。
会社という組織にどうしてもうまく馴染めなかったり、将来への消えないお金の不安に毎日一人で悩んだり、周りの普通の人たちと同じように生きられない自分を責めて苦しんだり、だからこそ、あの頃の孤独で不安でたまらなかった自分が、こんな場所があったら救われただろうなと思えるような優しい場所を今自分の手で作ってみようと思いました。ここはみんなで競い合ってガツガツ稼ぐための意識高い系のコミュニティでもありませんし、自己啓発のためのギラギラしたオンラインサロンでも絶対にありません。ただただ少ないお金でも自分らしく身軽にゆるく生きたい人たちが静かに集まる場所です。他の人の発言をただ眺めているだけのロム線でも大歓迎ですし、周りと無理に交流して気を使う必要も一切ありません。ただスマホの画面の向こうに、自分と同じように考えている人がここにもいるんだなと、それを眺めるだけでも孤独な心がふっと救われることってありますよね。もし今の暮らしに少し疲れてしまって、ほっとする安心感が欲しいなという方がいれば、ぜひお気軽に遊びに来てください。今回の田中クラブでは、Discord というコミュニケーションアプリを使って運営をしていきます。でも田中さん、Discord って一体何ですかという方も多いと思います。そんなアプリ聞いたことがないなとか、なんか難しそう、使ったことがないから不安だなっていう方もきっと多いですよね。でもそこはどうぞご安心ください。実は僕自身も Discord に関してはまだまだ超初心者なんです。LINE のようなシンプルな感覚でサクサク使えるので、難しい専門知識や設定は全く必要ありません。お手持ちのスマホにアプリをダウンロードして、招待リンクをポチッと押すだけで、誰でも一瞬で簡単に参加することができます。コミュニティの中では、自分からは発言せずに読むだけの方も大歓迎ですし、たまに見るだけの参加も全然 OK ですし、挨拶代わりにスタンプを1個ポンと押すだけでも十分です。HSP の人が疲れてしまうような無理な発言や気遣いをする必要は1ミリもありません。ちょっと寂しいから少し覗いてみようかなくらいの本当に軽い気持ちでノックしてみてくださいね。具体的な参加方法については入会した後に見られる限定記事で初心者の方にもわかりやすく優しく解説しています。それでは皆さんのご参加を心から温かくお待ちしています。詳しくはこの動画の概要欄にリンクを載せていますので、ぜひそちらを覗いてみてくださいね。というわけで、今回はお金の不安が激減した7つの考え方と、新しく始める田中クラブについてお話ししました。お金の不安を消すために必要なのは、大金ではなく、自分の心を優しく守る考え方のシフトと、ほっとできる安心な居場所です。少しずつあなたの人生を身軽でイージーモードに変えていきましょう。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。